こんばんは、クリミナルです。今回は久々にシリアルキラーをご紹介します。その男は約4ヶ月の間に少なくとも18人以上を殺害したアメリカのシリアルキラー。端正なルックスからカサノバキラーの異名を取った。ポール・ジョン・ノールズは1946年4月にフロリダ州で生まれた。彼の幼少期の情報は少なく、母親の情報は全く見当たらなかった。ただ彼は父親から身体的虐待をされ、里親に預けられていたようである。ノールズは8歳の頃から自転車窃盗などの犯罪に手を染め始めた。彼の犯罪はエスカレートしていき、19歳の時に初めて投獄される。出所後も強盗や自動車窃盗を繰り返し、何度も投獄されている。1974年、ノールズはフロリダ州のレイフォード刑務所で懲役刑に服していた。その間彼はアンジェラ・コビックという名のカリフォルニア在住の女性と文通を始めた。ウェイトレスであったコビックは最近離婚したばかりで寂しさを埋めたかったのか、彼と文通を続け、やがて彼に恋をした。すると彼女はノールズを仮釈放させるために自ら弁護士を雇い多額の金を支払った。また彼女はノールズに会うために何度も刑務所を訪れ互いに愛を深めた。やがて二人はサンフランシスコで結婚することを夢見てそれを実現させるために動き始めた。そして1974年5月、コビックのおかげでノールズは仮釈放された。その後二人はサンフランシスコに行き、結婚式を挙げる準備に取り掛かった。しかし、二人が結ばれることはなかった。ある日コビックが占い師に話を聞きに行った。相談内容はノールズのことである。すると占い師は、あなたが一緒になろうとしている男は危険な人物です。結婚は直ちに取りやめなさい。と助言したのだ。するとコビックは一方的に結婚式をキャンセルし、ノールズに別れを告げ、彼をフロリダに送り返した。一瞬にして全てを失ったノールズは、その晩、酒場でバーテンダーを刺し、再び投獄された。ちなみに彼は、コビックと別れたこの夜、3人を殺したと主張していたが、これが本当かどうかは不明である。こうして再び投獄された彼だが、1974年7月26日に独房の鍵を盗み出して脱獄に成功してしまう。そして2日後、ノールズによる連続殺人が開始された。これがノールズが起こした事件の被害者たちである。彼はわずか4ヶ月の間に18人の尊い命を奪った。1974年7月28日、ノールズは元教師のアリス・カーティスさんの部屋に押し入り、彼女に猿ぐつわをした。その後金品を盗み、車を奪って逃走。放置されたカーティスさんは入れ歯がずれて、それが喉に詰まってしまい、窒息死してしまった。ノールズは数日間盗んだ車を乗り回していた。すると街頭のテレビに自分の顔が映っていたのに気づいた。そこで彼は住宅街に身を潜めようと考えた。そして彼はある家を訪れた。その家には留守番中のリリアン・アンダーソンさんと妹のマイレット・アンダーソンさんがいた。ノールズは自分は母親の友達だと嘘をつき家に入り込んだ。しかし姉のリリアン・アンダーソンさんが彼のことを不審な目で見ている。通報されると思った彼は二人を郊外の沼に連れて行った。そこで首を絞め二人とも殺害。ご遺体はそこに放置した。翌日、フロリダ州アトランティックビーチに移動した彼はマージョリー・ハウさんの家に押し入り、ストッキングで首を絞めて殺害し、テレビを盗んだ。次の犠牲者はしばらく身元不明だった10代の女性、エマ・サンダースさん。彼女は家出中にノールズに森の中に連れ込まれ、そこで襲われた。彼女は暴行された後に首を絞められ殺害された。ご遺体はそこに放置されたが、彼は2週間後に遺棄現場を訪れている。ただ、野生動物によりご遺体が引きずられており、探すのに時間がかかった。その後、なんとかご遺体を発見した彼はご遺体を埋めた。彼女のご遺体はしばらく身元不明となっていたが、2011年にようやく身元が判明した。
8月23日、ノールズはキャッシー・ピアスさんの家に侵入。彼はピアスさんの3歳の息子の目の前で彼女の首を電話線で絞め殺害。息子には危害を加えずに金品を盗んで立ち去った。9月3日、ノールズはオハイオ州リマのバーで実業家のウィリアム・ベイツさんに会い酒を交わした。その後彼はベイツさんを絞め殺し、現金、クレジットカード、車を盗んだ後にご遺体を近くの森に遺棄した。9月18日、ノールズはネバダ州イーリーでキャンプをしていたエメット・ジョンソンさんと妻のロイス・ジョンソンさんを殺害。しばらくそこに滞在した後、ユタ州を経由してサクラメントへ向かった。それから3日後、ノールズはテキサス州スパンコールにてバイクが動かず立ち往生していたチャーリン・ヒコックさんの姿を見かける。ノールズは助けるふりをして近づき、ヒコックさんを暴行した。その後彼女を殺害し、ご遺体を遺棄した。9月23日、ノールズはバーミンガムに移動し、そこで美容師のアン・ドーソンさんに出会う。二人はすぐに恋仲になり、ドーソンさんのお金で旅行に出たりもした。二人は9月29日まで一緒に過ごすが、彼はドーソンさんを殺害した。なお、彼女のご遺体は見つかっていない。その後彼はコネチカット州マールボロに移動し、カレン・ワインさんの家に押し入った。彼はワインさんと16歳の娘を縛り上げ、二人とも暴行した後にストッキングで絞殺した。二人のご遺体は帰宅したワインさんの長女が発見した。2日後、彼はバージニア州ウッドフォードに移動。そこでドリス・ホジーさんの家に押し入り、ホジーさんの夫のライフルで彼女を射殺した。これまでに14名を殺害したノールズ。もちろん警察も捜査に当たっていたが、犯行に一貫性がないこと、彼が常に移動していたことから捜査は難航していた。なお、11月2日にジョージア州メーコン近郊でヒッチハイクをしていた2名が行方不明となり、そのうちの1名が近くの森でご遺体となって発見された。ただもう1人は行方不明のままである。11月6日、ジョージア州メーコンでノールズはカーズウェル母さんと親しくなり、家に招待された。その晩、ノールズは彼の家で酒を飲みながら談笑を楽しんだ。しばらくすると彼は母さんのことを視察。彼の服やクレジットカードを盗んだ。その後、母さんの15歳の娘を絞め殺し、死体とのセックスを試みたが失敗している。11月8日、ジョージア州アトランタのバーにいた彼は、イギリスのジャーナリストであるサンディ・ホークスさんと出会う。彼のルックスに惹かれたホークスさんは、ノールズと親しくなり、甘い夜を過ごした。ただその際、彼は勃起せず、2日間にわたり性行為に失敗している。ノールズとホークスさんは1週間ほど行動を共にしたが、彼女は無事であった。なぜかというと、彼女は自らの職業をジャーナリストだと明かしていたからだった。この頃ノールズは自分の名を売りたいと思っていた。実は彼はテープレコーダーを購入しており、自分の犯行の一部始終を口述で記録していたのである。ノールズはホークスさんにこう語った。実は俺、お尋ね者なんだ。もし俺が死んだら、俺のことを題材にして本を書いてくれないか。過去に俺がやらかしたことはすべてテープに記録してマイアミにいる弁護士に預けてある。ホークスさんは半信半疑だったが、その話に乗ることにした。こうして二人はマイアミへ車を走らせたが、ホークスさんが犯行の内容を聞こうとすると、ノールズはすべてはぐらかした。すると彼女は彼が言っていたことは全部嘘だと思い、ノールズに別れを告げた。翌日、マイアミの新聞社にいたホークスさんのもとに警察から電話がかかってきた。あなた、ポール・ジョン・ノールズという男をご存知ですよね。奴があなたの友人、スーザン・マッケンジーさんに暴行を働きました。実は、ノールズはホークスさんと別れた翌日に、ホークスさんの友人であるスーザン・マッケンジーさんに銃を突きつけて性行為を要求していたのだ。ただマッケンジーさんはかろうじて逃げることに成功し、警察に通報していた。警察はノールズと一緒にいたホークスさんが共犯者だと睨んでいた。そこでホークスさんは必死に弁解し、彼が弁護士に預けていたテープの存在を警察に伝えた。
その頃ノールズはフロリダ州ウエストパームビーチの民家に侵入して女性を人質に取り車を盗んで逃走。翌日の夜、フロリダ州オートピアスで人質の女性を車から降ろした。翌朝、警察官のユージーン・キャンベルさんが盗難車に乗ったノールズを発見。事情を聞こうとすると、ノールズはキャンベルさんを拉致し、彼を人質に取ってパトカーに乗り込み逃走。次に彼は実業家のジェームズ・マイヤーさんを人質に取り、彼の車に乗り換え、ジョージア州プラスキー郡まで車を走らせた。そこで車から2人を降ろし、2人の頭部を至近距離で撃ち、殺害した。この時、警察官が行方不明になったことで、警察による大捜索が始まっていた。200人以上の警官と多くの警察犬が動員され、ヘリコプターも出動した。なんとか逃走を試みたノールズだったが、警察が設置したバリケードを避けようとした時、車の運転を誤り、木に激突した。車から抜け出したノールズは、ふらついた状態で歩いて逃げようとしたが、最後は武装した民間人に捕らえられた。こうして、ポール・ジョン・ノールズは逮捕された。12月18日、彼は刑務所への移送中に、隣にいた保安官の拳銃を突然掴み取ろうとした。すると、同乗していた FBI 捜査官が銃を3発発射。2発が彼の胸に命中し、ノールズは即死した。28歳だった。彼は生前、自らの弁護士に、俺は35人はやった、と豪語していたが、確認できたのは18人だけである。短期間で18人を殺害したポール・ジョン・ノールズ。シリアルキラーは特定の年齢層の人々、または同じ性別、民族、明確な特徴を持っている人々をターゲットとすることが多く見受けられます。また、特定の地域で犯行に及び、殺害方法も同じ手口で実行する習性があります。しかしノールズはいずれにも該当しません。彼は7歳から65歳までと幅広い年齢の男女を襲っており、殺害方法も刺殺、銃殺、強殺と様々です。また、襲った女性全員を暴行したわけではありません。つまり、あまりこだわりがなく、パターンが存在しないということです。幅広い年齢の人を襲っている点は、リチャード・ラミレスに似ています。ただノールズは、リチャード・ラミレスのように悪魔崇拝はしていませんでした。ノールズはフロリダ州、ジョージア州、オハイオ州、ネバダ州、テキサス州、アラバマ州、コネチカット州、バージニア州と広範囲で犯行に及びました。この点はクロスカントリーキラーことトミー・リンセルズと似ています。被害者を弛緩しようとした点は、有名どころですとテッド・バンディやエド・ケンパー、ジェフリー・ダーマーあたりと似ています。この一連の事件は詳しく話を聞く前にノールズが射殺されてしまったため動機が不明のままです。もちろん金のため、性欲を満たすため、快楽ということもあったのでしょうが、コビックに捨てられたことがトリガーとなったような気がします。コビックとの結婚を夢に見ていたノールズでしたが、一方的に別れを告げられてしまいました。ここで彼は自暴自棄になってしまったのではないでしょうか。さらに彼には有名になりたいという欲がありました。失うものがなくなった彼は犯罪者として名を売ってやる、そう考えたのではないでしょうか。現代では減少したのかもしれませんが、罪を犯して名を売ってやろうと思う人間が過去一定数はいました。かの有名なアメリカの未解決事件、ブラックダリア事件でも自分が犯人だと名乗り出た人間が何百人もいました。また、1966年11月に女性3人と子供2人の命を一瞬にして奪ったスプリーキラー、ロバート・スミスも有名になりたかったと供述していました。この一連の事件は彼の脱獄から始まり、途中警察の失態もあり、多くの犠牲者が出てしまいました。彼は勾留時、俺は35人はやったと主張していました。ただ、シリアルキラーの中には殺害した人数を吹聴する者も少なくありません。ヘンリー・リー・ルーカスなどがそうです。彼は300人以上を殺したと自白しましたが、最後は
殺したのは自分の母親だけと発言を変えています。ただ彼の場合は名を売るというよりかは偽証を重ねて増えていったという感じです。ノールズはサンディ・ホークスさんに出会った頃には自分の死に場所を探していたのかもしれません。最後は FBI 捜査官に射殺されるという末路でした。この一連の事件は多くのメディアに取り上げられ、ノールズの思惑通り彼の名は多くの人に知れ渡りました。また、ジャーナリストのサンディ・ホークスさんは彼との約束通りにノールズに関する本、キリングタイムを出版しました。当初、この本の売り上げは伸びていましたが、それはすぐに失速してしまいます。後にハンサムでもっと有名なシリアルキラーが世に知れ渡ったからです。それがテッド・バンディでした。